東京に行ったらゲストハウスに泊まろう、あるいはしばらくゲストハウスで暮らしてみようという方は意外に多くいらっしゃるかもしれません。今日は私の泊まった都内のゲストハウスのうち印象に残っているものをご紹介したいと思います。こちらは両国お相撲さんの町ですね。私の泊まったゲストハウスは駅から歩いて 2,3 分くらいのところにあります。このゲストハウス、気に入ったところは共用スペースの広いところです。冷蔵庫は大型のものが2台、流しガスレンジも大きくて、自炊しながら長く暮らしている外国人の方もいました。ただしベッドは開放的な2段ベッドですので、同じ部屋の他の宿泊者のいびきとかを気にする人には辛いかもしれません。この部屋は4人部屋でした。シャワーや洗面台は複数ありきれいですので、共用のスペースの住み心地を重視する方にはおすすめだと思います。スカイツリーの見えるこちらのゲストハウス、お相撲さんには通れないかもしれない狭い階段を4階まで上がったところにベッドが並んでいます。共用スペースは先ほどのゲストハウスと比べるとほとんどない感じです。トイレも全体で一つでした。オーナーさんは民泊として長く営業していらっしゃるようでした。民泊として営業しながらブッキングコムなどで宿泊を受け付けているゲストハウスには他にも泊まったことがあります。こちらのお部屋、民家の2階がゲストハウスになっています。この日は寒くなるということでオーナーさんが電気毛布を用意してくださいました。和風の作りですので、日本の家屋の風情を手軽に経験したい方には喜んでもらえそうですね。ただしお隣の部屋の音はよく聞こえます。また日中にはできるだけ外にいてくださいというハウスルールがありますので、長く滞在したい方にはあまりお勧めしない方がいいかなというふうに感じました。この風景、東京の観光ガイドパンフレットでご覧になった方もいらっしゃると思います。実はここもゲストハウスなんです。フロントのあるフロアの共用スペースはこんな感じです。一番安い部屋の作りはどうかというと、こんな感じです。ベッドはそれぞれ囲われていて、鍵付きのロッカーもついています。こちらは洗面所、広くてきれいですし、洗濯機もそばにありますので長期滞在も可能と思います。この日は自宅からの通勤時間が2時間になってしまうという方が仕事場所の近くで休みたいということで泊まっていました。お時間があれば外のベランダで映える写真を狙ってみてはどうでしょうか。渋谷駅に近いところのゲストハウスに泊まったこともあります。渋谷駅と池尻大橋という駅との中間ぐらいにあるゲストハウスです。
1階はカフェスペースになっていて、大きなフクロウがお客さんを出迎えます。宿泊するフロアはこんな感じですね。自炊しながら長く滞在している方も見かけました。この日は渋谷での仕事が遅くなったので、ホテルより安く泊まれるここに来たというサラリーマンが泊まっていました。再び浅草で有名な台東区にやってまいりました。共用スペースの居心地の良さそうなゲストハウスとして印象に残っているのは、こちらもその一つですね。予約した際に伝えられた暗証番号をして中に入ります。ベッドはこんな感じ。一つ一つのベッドが鉄骨で組んであり、また中は比較的広いです。トイレや洗面所も広くて清潔な感じです。1階の共用スペースでは自炊もできますし、テーブルのそばの壁にはコンセントも多くついていますので、ちょっとしたお仕事にも使えそうです。この日は韓国語で会話する方がパソコンを広げて作業をしていました。ということで、都内近郊を含めて10カ所以上ゲストハウスに立て続けに泊まったりしていましたが、その中から印象に残っているものをいくつかご紹介しました。参考になりましたでしょうか。これからも皆さんのお役に立てるコンテンツを作ってまいります。よろしければチャンネル登録をぜひお願いします。ここまでご覧くださいましてありがとうございました。